こんにちは。いつも好奇心旺盛で移動中や家事の合間なんかに新しい知識を吸収し続けているあなた、今日もようこそ。よろしくお願いします。貴重な時間を割いて聞いていただきありがとうございます。今日の深掘りテーマはですね、私たちの働き方とか日々の思考プロセスを根本から変えようとしているある大きな波についてなんです。本当に興味深いタイミングですよね。AI の進化のスピード自体は、誰もが知るところだとは思うんですが、はい。今起きているのって単に AI が賢くなったという話ではなくて、AI との関わり方そのもののパラダイムシフトなんですよ。そうなんですよね。今回は2026年3月10日時点の Google ニュース、それから Google デベロッパーズブログの最新情報という山のようなソース資料の中からですね、ええ。最も重要で、あはって思えるようなインサイトだけを抽出してお届けします。大事な作業ですね。今回のミッションは AI が単なる指示待ちの受け身のツールから私たちの意図を組んで自律的に動く有能なコラボレーターへどう進化しているのか、いわゆるエージェンティック AI の全体像を解き明かすことです。さて、これを紐解いていきましょう。このエージェンティック、つまり AI が自律性とか主体性を持つというキーワードが今日のあらゆるニュースをつなぐ重要な視点になりますからね。まずはですね、私たちが毎日使っている身近なツールがどう変わるのかを見ていきたいんですが、はい。Google シーツに統合されたジェミナイの進化、これがすごく目を引きました。ステートオブザアート、つまり最先端のパフォーマンスを達成したと発表された新ベータ機能なんですが、ええ。これ長年スプレッドシートと格闘してきた人にとってはめちゃくちゃ朗報ですよね。間違いなく朗報ですね。これまではどんなに AI が進化しても結局は人間が関数を調べたりとか、ええピボットテーブルの範囲を手作業で設定したりする必要もありましたよね。でも今回のアップデートが意味するのは、そうした手作業からの解放なんです。資料によると、基本的なタスクから複雑なデータ分析まで、なんと言葉で説明するだけで、シート全体の作成とか整理編集ができてしまうと、そうなんです。これってもう自分のスプレッドシートの中にいつでも相談に乗ってくれる専属のデータサイエンティストが住み着いたような感覚ですよね。まさにそんな感覚ですね。例えば、この売上データから来月の地域別のトレンド予測をまとめてって話しかけるだけで、AI が裏側で必要な処理を自律的に考えて実行してくれるわけです。すごい時代になりましたよね。その通りです。そしてこの人間の意図を汲み取って最後までやりきるというエージェンティックな動きは検索の世界でも起きています。検索の世界ですか。米国のサーチで全ユーザーに公開された Canvas in AI モードが良い例ですね。あの検索画面から直接ドキュメントの走行を作ったり、インタラクティブなツールを構築したりできる機能のことですね。そうです。従来の検索エンジンって情報を探してリンクをクリックして別のアプリを開いて作業するというはい。いわば情報の通り道でしかありませんでした。確かに何かを見つけるための入り口っていう感じでしたね。でもキャンバスが AI モードで統合されたことでブラウザそのものが作業を完了するワークスペースへと変化したんです。なるほど。これはもう検索エンジンからアクションエンジンへの進化と言っていいかもしれません。アクションエンジン、いい響きですね。タブをあっちこっち行き来する認知的な負荷が劇的に下がるわけだ。まさにその通りです。情報を探す場所から作業を終わらせる場所への進化、すごく腑に落ちます。ちょっとここで少し視点を変えて、先月2月の AI ニュースも振り返ってみましょうか。はい、いろいろな発表がありましたね。ジェミナイ 3.1 プロのような超強力なモデルが発表された一方で、ナノバナナ2なんていうちょっと風変わりでユーモラスな名前のモデルも登場しましたよね。ありましたね。こういう遊び心のあるネーミング、個人的に結構好きなんですよ。確かに一度聞いたら忘れない名前ですよね。でもこのちょっとふざけた名前の裏には実は非常に重要なトレンドが隠れているんです。と言いますと、こうしたオープンソースとか軽量なモデルというのは特定のニッチな用途において巨大な商用モデルではカバーしきれない隙間を埋める役割を果たしているんです。ニッチな用途の隙間を埋めるですか。はい。その実用性という点でつながる話としてアスカテクスパートで取り上げられていたトピックがありましたよね。ああ、AI は私のビジュアル検索をどう理解しているのかという内容ですね。携帯電話の Ask Anything 検索バーを通して AI が私たちがカメラで見ている現実世界をどう解釈しているかという。ええ。
さらに、オープンソースの AI モデルであるスピーシーズネットが動物の写真を識別して野生動物保護を推進しているという素晴らしい事例も紹介されていました。ありましたね。ここで非常に興味深いのはですね、AI が理解する世界の広がりなんです。広がり。先ほどのスプレッドシートやドキュメントのようなデジタル空間の文脈を理解するだけではなくて、スピーシーズネットのようにスマートフォンのカメラを通じた視覚情報、つまり物理的な世界の文脈も深く理解し始めているということです。デジタルなデータだけじゃなくて、森の中にいる特定の動物の個体識別までやってしまうわけですね。そういうことです。なぜスピーシーズネットのようなオープンソースモデルが重要かというと、野生動物の保護のような現場ですね。はい。限られたリソースや特殊な環境下で動かす必要があるプロジェクトにおいては、巨大な汎用 AI よりも特化したモデルの方が圧倒的に使い勝手がいいからです。なるほど。適材適所ということですね。AI はもはや画面の中のテキスト処理エンジンではなくて、現実世界における日常的な意思決定の強力なパートナーになっているんです。物理的な世界でも頼れる相棒になっていると。さて、ここからが本当に面白いところなんですが、はい。こうした物理世界でも活躍する AI を裏側で作っているエンジニアたち、彼ら自身の開発ワークフローも AI の進化による魔法で劇的に変わりつつあるんですよね。開発者向けのアップデートですね。今回は特にコードを書くという体験そのものを洗練させる強力な機能が目村彰子でした。そうなんです。ジェミナイコールアシストのチームが発表した新機能は、まるで開発者に新しいスーパーパワーを授けるような内容ですよね。本当に。特に、エージェントモード with Auto Approve、自動承認付きエージェントモードとか、インラインディフビューズ、インラインでの差分表示といった高速開発ツール。はい。これらは一般的な AI アシスタントの域を完全に超えていますよね。単なるコードの保管機能とは一線を画しています。プロジェクト全体の正確なコンテキスト管理とかカスタムコマンドの追加によって AI が開発者個人のスタイルやプロジェクト特有のルールに完璧に適応するようになるんです。完璧に適応する。はい。つまりコードにカスタマイズされたシームレスなコラボレーターとして機能するわけです。さらに、インテリジェウェア VS コードといった開発環境に導入されたフィニッシュチェインジスとアウトラインズという機能もすごいです。あれは画期的ですね。これ、開発者がよく陥るプロンプトを書く方が自分でコードを書くより時間がかかるっていう、本末転倒の状況を解決してくれますよね。フィニッシュチェンジスですね。これは AI がいちいち指示を待つのではなくて、開発者が今何をしているのか、そのコンテキストを常に観察している機能なんです。ちょっと待ってください。つまり、私が入力しているのをずっと横で見ているってことですか？その通りです。ちょっとした疑似コードを書いたり、リファクタリングを始めたりするとですね、はい。AI が、こういう処理を作りたいんですね、と意図を組んで、残りの実際のコードを完成させてくれるんです。まさに隣に座っている優秀なペアプログラマーですね。そしてもう一つのアウトラインズ。はい、これ。ソースコードの中に直接インタラクティブで高レベルな英語の要約を挟み込んでくれる機能ですよね。そうです。正直私はこれを見たとき、私のためにある機能だって思いましたよ。過去の自分のコードに悩まされた経験があるんですね。もうしょっちゅうです。半年前に自分が書いたコードを見ると、まるで全くの他人が書いた謎の暗号みたいに見えることがあって、あるあるですね。その度に何時間もかけてリバースエンジニアリングする羽目になるんですが、AI がこのファイルは全体としてこういうロジックですと自動で要約を残しておいてくれたら、どれだけ救われるか。これをより大きな視点と結びつけるとですね、開発者の抱える摩擦がいかに劇的に減るかが見えてきます。摩擦ですか？リスナーのあなたもご自身の仕事に置き換えて想像してみてください。頭の中にあるアイデアの骨組み、つまり疑似コードですね。これを書くだけで AI が面倒な肉付けをすべてやってくれる。そして難解な過去の資料や複雑なシステムも瞬時に要約してナビゲートしてくれる。これによりエンジニアはタイピングという単なる作業から解放されて、システム全体のロジックの構築や創造的な思考に 100% 集中できるようになるわけです。つまりコードを書くというよりシステム全体をデザインするという本来の仕事に戻れるわけですね。そういうことです。さて、ここまではユーザーや開発者の目に見える機能の話をしてきましたが、少し専門的な領域、これらの魔法を支える基礎技術の進化についても触れておきましょう。はい、欠かせない部分ですね。TensorFlow 2.21 のハイライトとして TFL ライトの後継となる LiteRT が正式にローンチされました。この LiteRT の正式ローンチは
AI が私たちの手元でどう動くかという点で非常に重要なマイルストーンなんですよ。専門用語が少し続きますが、リスナーのあなたにとっての重要なポイントを整理しますね。このライト RT によってスマートフォンなどのデバイスに搭載されている GPU や AI 専用チップである NPU の処理が大幅に高速化されます。ええ。また、世界中の AI 研究者が愛用している PyTorch や JAX といったフレームワークもシームレスにサポートされたと。はい。簡単に言えば、ライト RT というのは極めて効率のいい高性能なエンジンなんです。高性能なエンジン。これまで賢い生成 AI を動かすには、毎回クラウド上の巨大なサーバーにデータを送って結果が返ってくるのを待つ必要がありましたよね。ええ、時間がかかったり、ネット環境が必要だったりしました。でもライト RT のようなフレームワークのおかげで、そうした重い AI モデルがあなたの持っているスマホや PC の上で直接高速かつ安全に動かせるようになるんです。デバイス上での推論、オンデバイス推論が当たり前になるということですね。そうです。通信ラグもないし、プライバシーも守られると。さて、基礎技術がこれほど高度化して AI が自動でコードまで書いてくれる時代になっていますが、はい。わってご存知ですか？ Google クラウドの専門家がリードするインタラクティブなセッションですよね。そうなんです。これ、ただ座ってスライドを眺めるような受け身のウェビナーではなくて、技術の事務セッションと呼ばれているんですよ。事務セッション、いい表現ですね。AI エージェントの構築や Vertex AI、開発者向けツールの導入など、高度なトピックを実際に手を動かして構築していく場なんです。参加者が自分のワークフローにすぐに持ち帰れる、目に見える成果を提供することにこだわっているそうです。テクノロジーの進化が早すぎて、ドキュメントを読むだけでは追いつけないからこそ、そうした実践的なハンズオンとかコミュニティの重要性が増している証拠ですね。そしてコミュニティといえば、極めつけはラスベガスで開催される Google クラウド NEXT26 です。ビッグイベントですね。基調講演はオンラインでストリーミングされますが、このイベントの本質はある言葉に集約されています。エネルギーはストリーミングできない。オフラインイベントの価値を端的に表した素晴らしいフレーズですよね。現地では、ジェミナイのマルチモーダルな新機能から、クラウドラン上のゼロトラストセキュリティまで、個人のスピードと組織の安定性のバランスを取るための技術トラックが用意されています。はい。でも、一番の価値は、20以上の開発者ミートアップやホワイトボードを使ったセッションなんです。そこから生まれる偶然のブレイクスルーこそが、現地に行く最大の理由だと強調されています。まさにそこがポイントです。つまり、これはどういう意味なのでしょうか。AI が意図を組んでコードを書き、ライト R のような技術でデバイス上で高速に処理ができるようになっている。それなのに、私たちはわざわざラスベガスに集まって、アナログなホワイトボードの前に立とうとしている。ちょっと不思議な現象ですよね。それこそが今起きている最も面白いパラドックスなんです。パラドックス。リスナーのあなたも AI が全てを自動化したら人間の仕事はなくなるんじゃないかと考えたことがあるかもしれません。不安に思う人は多いですよね。しかし現実は逆なんです。AI の自律性が上がり、コーディングやデータ処理といったどのように作るかというハブの部分が自動化されればされるほど、はい。人間同士によるアーキテクチャの議論や、そもそもビジネスとして何を構築すべきかという高度な判断の価値がプレミアムになるんです。なるほど。だからこそ Wednesday ビルドアワーでの実践やクラウドネクストでの人間同士の密なコラボレーションがこれまで以上に重要になっているんですよ。AI という強力な実行部隊を手に入れたからこそ、人間同士の何を立てるべきかという会話の価値が跳ね上がっているわけですね。すごくスッキリしました。さて、そろそろ今回の深掘りを総括しましょう。はい。Google シーツでの言葉による複雑なデータ分析、スピーシーズネットによる現実世界での野生動物保護、そしてキャンバスでのワークスペースの統合からコードアシストによる疑似コードからのシステム構築まで、様々な領域の最新情報を見てきましたね。共通しているのは AI が私たちの意図を深く理解し、自律的に動くパートナーになっているということです。まさにエージェンティック AI の波ですね。今これを聞いているあなたがビジネスパーソンであれ、ソフトウェアエンジニアであれ、あるいは単なる好奇心旺盛な学習者であれ、この波は日々の作業の進め方を根本から変えるものです。これは重要な問題を提起していますね。今回のニュースの数々を踏まえて、リスナーのあなたに一つ、ぜひ考えてみていただきたい視点があります。どんな視点でしょうか。これまでお話ししてきたように、スプレッドシートの分析にせよ、
プログラミングにせよ、AI がどのようにタスクを実行するかを完全に自動化してくれる時代がもう日常になりつつあります。はい。だとしたら、私たち人間に残される最も重要な役割は何でしょうか？おそらくそれは答えを出す能力ではなくて、そもそも何を解決すべきか、どんな問いを立てるべきかという What と Why を見極める能力になるはずです。何を、そしてなぜですね。ええ、AI があなたの意図を完璧に汲み取る極めて優秀な実行部隊になったとき、あなたは彼らにどのような問いを投げかけますか？何を解決すべきか、どんな問いを立てるべきか。これはテクノロジーの進化とは関係なく、私たち自身の思考の深さを問われる究極の課題ですね。本当にそう思います。AI が How を担ってくれるなら、私たちは Why と What に全力を注ぐことができる。この視点を持って毎日の仕事や学びに向き合ってみると、足からの景色がまた違って見えそうです。そうですね。リスナーのあなたもぜひこの問いを自分自身の環境に当てはめてじっくり考えてみてください。今日一緒に深掘りした情報があなたの次なるアハ体験や新しいアイディアの引き金になることを願っています。それでは次回の深掘りでまたお会いしましょう。